異なる斬新な部下とお金の活用術で時代をつかんだ3人の天下人、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。今回は現代ビジネスにも通じる三英傑の最強組織進化論を解き明かします。第1章、織田信長、破壊的イノベーションとワンマン経営の限界。信長が歩んだ道は決して華やかなエリート街道ではありませんでした。1、血縁という呪縛が呼んだ合理性。織田家の嫡男として生まれながらも待っていたのは身内からの裏切りと命を狙われる日々でした。実の弟信雄との家督争い、そして自分を大うつけと蔑む不代の家臣たち。信長にとって当時の常識だった血縁や縁故による絆は自分を守る盾ではなく、むしろ背後から刃を突き立てる呪縛でしかありませんでした。もし信長が最初から周囲に望まれて家督を継いだ安泰な跡継ぎであったなら、彼は既存のルールを守り凡庸な大名として終わっていたかもしれません。しかし信頼すべき身内に裏切られ続けた孤独が彼に冷徹なまでの合理性を植え付けました。血のつながりが機能しないなら全く別の原理で人を動かすしかない。その答えが感情を排した利による統治、つまり圧倒的な資金力と成果主義の直結でした。2、地の利をマネタイズするキャッシュフロー経営。当時大名の強さは石高で決まりました。しかし尾張の一勢力に過ぎなかった織田家の領地は決して広くありません。そこで信長が着目したのは米ではなく人が集まる場所に流れる銭でした。彼は対馬や熱田といった商業港をいち早く掌握し、周辺の大名がいかに領土を広げるかに腐心する中で、いかに物流を握り通行料や関税で稼ぐかというビジネスモデルの転換を図りました。楽一楽座によってそれまで寺社や貴族が商人に課していた不透明な中間搾取をシャットアウト、既得権益層の財布を空にする一方で浮いた資金を市場に流通させ、領内を空前の経済好況へと導きました。商人を自分のプラットフォームに呼び込み、他国を圧倒する莫大なキャッシュを手に入れたのです。信長にとって銭は反逆だらけの組織において決して裏切ることのない唯一の家臣でした。3、兵農分離と資格マネジメントの原点。この豊富な資金力が歴史的なイノベーションを可能にしました。それが兵農分離です。本来戦国時代の兵士は農民であり、農繁期になれば村へ帰らなければなりません。しかし信長は銭で兵を雇い、通年雇いのプロ集団を組織しました。これは農閑期の出稼ぎ労働者に頼っていた工場を正規雇用の社員による年中無休の稼働体制に切り替えたようなものです。さらに信長はこの力を誇示するためのブランド戦略にも着手します。それが五十四近いの豪華絢爛な安土城です。夜には山全体をかがり火で照らし出し、人々にその異様を見せつける。これは単なる贅沢ではなく、自分は既存の枠組みを超えた唯一無二の存在であることを視覚で叩き込むブランドマネジメントでした。この圧倒的な視覚情報で服従させるというモデルケースこそが後に秀吉が継承し、さらに進化させることとなる戦略の種だったのです。4、破壊者の孤独と一代限りの宿命。しかし信長のやり方は徹底したワンマン経営の典型でもありました。彼は土地の代わりに自らの権威で価値をつけた茶器などの名物を与え、実力主義を敷きました。羽柴秀吉や明智光秀といった持たざる才能が台頭できたのはこのシステムのおかげです。一方でこのシステムは信長という超天才がトップに君臨し続け、常に新しい価値を作り出し、部下に恐怖と利益を与え続けることが前提の極めて高負荷なものでした。手柄を立てた者は取り立て、実績を伴わない者はたとえ古参の家臣でも容赦なく切り捨てる。部下たちは常にいつ自分が切り捨てられるかという恐怖にさらされていたのです。信長は生涯を通じて暗殺未遂や謀反に常に脅かされていました。もし仮に彼が本能寺の変で生き残り天下統一を果たせたとしても、その知性は一代限りで終わっていたのではないでしょうか。信長は戦国という古い家を壊し更地にするための重機のような存在でした。しかし
その更地に新しいビルを建て何百年も維持するためには破壊のエネルギーではなく緻密な設計図と人を納得させる別の OS が必要でした。信長が作り上げた稼ぐ仕組みとプロ集団を引き継ぎ、信長のワンマン経営をより洗練された投資戦略へとスケールアップさせたのが次なる天下人豊臣秀吉でした。第2章、豊臣秀吉。信長の理想を巨大資本と夢で完成させた男。秀吉は信長が残した種をどのようにして日本という巨大な大地に根付かせたのでしょうか。1、信長の天を面に変えた社会の再構築。信長の章で触れた通り、兵農分離のモデルケースは織田軍という一組織の中にありましたが、それはあくまで織田家の雇用形態に過ぎませんでした。秀吉が真に天才的だったのは、信長が始めたこの軍のプロ化を検地と刀狩りによって日本全体の社会システムへと昇華させた点にあります。人々に刀を捨て土に生きる農民か、土地を捨て主君に命を預ける武士かの二者択一を迫ったのです。これにより日本全土を戦うプロと支えるプロに完全に分断し、国家としての生産性と軍事効率を極限まで高めました。さらに秀吉は全国の富を石高という数値で可視化しました。これにより部下たちはどのくらい手柄を立てれば自分の石高が上がるかが明確になり、さらなる報酬を求めて競い合う仕組みを作り上げたのです。2、時間を買い敵を腐らせる金の威力。信長が銭を投じて手に入れたのは常備軍というスピードでした。対して秀吉の銭の使い方はその真逆です。秀吉が買ったのは相手をじわじわと追い詰めるための膨大な時間でした。備中高松城の水攻めや小田原征伐で見せた圧倒的な物量作戦。秀吉は相場の数倍の賃金で農民を雇い、一昼夜で巨大な堤防や一夜城を築かせました。自軍の精鋭を一人も死なせず、逃げ場のない巨大な現実を突きつけて敵の心を折る。このパフォーマンスは秀吉には勝てないという絶望感を日本中に植え付け、将来の幾多の戦の可能性を未然に潰したのです。一戦に投じた巨額の費用はその後の戦で失われていたかもしれない兵たちの命と時間をあらかじめ買い取った先行投資でした。秀吉にとって金は部下の命を守り、敵を戦わずして屈服させる最強の兵器だったのです。3、出自という弱点を破壊力に変えた統治。信長が恐怖と実力主義で組織を縛ったのに対し、秀吉はそこに承認欲求の充足と巨大な夢を掛け合わせました。ここで最大の効力を発揮したのが、秀吉自身が武家出身ではなかった持たざる者という事実です。先祖代々の家柄や序列を絶対とする古い武家社会において、何の後ろ盾もない秀吉が黄金や官位という目に見える圧倒的な価値でトップに君臨したこと、これはこれまでの当たり前を根底からひっくり返す強烈なカウンターパンチでした。家柄など関係ない、実力さえあれば誰でもこの景色が見られるんだ。信長の利による統治に秀吉は夢と配分、そして家柄からの解放という情緒的な価値を上書きしたのです。さらに秀吉の凄みはその巨大なビジョンを語る一方で、驚くほどまめな声の配慮を忘れなかった点にあります。彼は部下と一緒に飯を食い、時には自ら給仕をしてお前を頼りにしているぞと耳打ちする。現代で言えば大企業の CEO が末端社員の名前を覚え、誕生日に自筆の手紙を送るようなものです。この人たらしともいえるまめな商人、顧客満足度ならぬ部下満足度の追求こそが彼の真の統治力でした。文化も経営手法も異なる日本中の大名を次々と買収し、一つのグループ傘下に統合していく。秀吉は家柄というローカルな価値観を否定し、全国共通の価値基準で異教の武士たちをコントロールする多国籍企業の CEO へと上り詰めたのです。4、膨張し続ける組織の宿命と後継者というアキレス腱。しかしこの秀吉のシステムには致命的な弱点がありました。それは配り続けるためには拡大し続けなければならないという成長神話の宿命です。国内の土地がつき無限成長が止まった瞬間、
組織のエネルギーは無理やり海外へと向かい、歯車は狂い始めます。そしてこの拡大の停止以上に豊臣家を追い詰めたのが、秀吉自らが作り上げた実力主義という諸刃の剣でした。秀吉は残される幼い秀頼のために五大老、五奉行という多重の守護体制、いわば組織としての盾を用意しました。しかし秀吉自身が家柄ではなく実力でトップに立てることを証明してしまったこの時代に、その盾はあまりに脆いものでした。ここで最大の弱点となったのはわずか5歳という秀頼の年齢です。後に成長した秀頼はあの家康ともり伏させ、彼が生きていては徳川の天下はないとまで言わしめた聡明で威風堂々たる青年でした。もし秀頼があと10年早く生まれ、秀吉から直接天下人の帝王学を叩き込まれ、その圧倒的な実力を家臣たちに見せつけていたなら、いかに家康といえどこれほど露骨な野心を燃やすことはできなかったはずです。かつて膨大な金と人たらしの才能を駆使し、時間と人の心を自在に操ることで天下をつかみ取った秀吉。しかしその人生の幕引きにおいて、彼がどれほどの黄金を積んでも秀頼が成人するまでの時間を買うことはできなかった。自らが火をつけた家臣たちの飽くなき欲を止めることはできなかったのです。カリスマを失い、システムだけが空回りする多国籍企業は、次なる安定と秩序を創出する新たな実力者の波に飲み込まれていきます。三英傑の最後を飾る男、徳川家康の登場です。第3章、徳川家康。徳川の存続を社会の安定に直結させた男。信長が耕し、秀吉が咲かせた戦国の世。その後に260年にわたる平和の器を完成させたのが徳川家康です。彼が追求したのは、誰もが明日も昨日と同じ明日が来ると確信できる強固な持続性でした。1、忍耐の果てに刻まれた生存への執着。家康の人生は常に滅亡の危機と隣り合わせでした。幼少期の人質生活、信長の命による家族の切腹、そして武田信玄に歓待した三方ヶ原の戦い。この過酷すぎる下積み時代が彼に植え付けたのは、どうすれば家を存続させられるかという執念に近いリスク管理意識でした。一時の熱狂や野心よりも生き残ることに絶対的な価値を置く、この徹底したリアリズムこそが後の統治の原動力となります。2、天下を虚勢するリノベーション。家康を語る際、よく秀吉の天下を居抜きで奪ったと表現されます。確かに彼は秀吉が整えた統治インフラをそのまま引き継ぎました。しかし家康の真の凄みは、その OS を真逆のものに書き換えた点にあります。秀吉にとっての金は部下に夢を見せ、組織を拡大させる攻めの装置でした。対して家康はその同じ仕組みを部下たちの牙を抜き、身動きを封じるための守りの監獄へと作り変えたのです。金を奪うのではなく、参勤交代などの平和維持という名の浪費によって強制的に吐き出させ枯渇させる居抜きのインフラを部下を虚勢する装置へとリノベーションしたのです。一方で家康自身の資産の使い方は、秀吉とは対照的に極めて実利的で、現代の巨大ファンドに近いものでした。秀吉が黄金の茶室などの目に見える贅沢に投資し、自らの権威をデモンストレーションしたのに対し、家康は自分の金を通貨の発行権や主要な金銀山の直轄化といった経済の心臓部を独占するために投じました。家康は私生活ではケチと評されるほど質素でしたが、それは無駄な消費を嫌っただけではありません。有事の際にいつでも軍を動かし、体制を維持できるだけの圧倒的な内部留保を駿府の蔵に蓄え続けました。大名たちには浪費を強いて身動きを封じ、自分は通貨と備蓄という経済のルールそのものを支配する。自分の資産を増やしつつ、相手には戦う余力を与えない。この持たざる者とルールメーカーという残酷なまでの格差を構造化したことこそが、徳川260年の安定を支えた真の財政戦略だったのです。3、譲渡仕組みの二層式マネジメント。家康の強さの根源は、三河時代から苦楽を共にした譜代家臣との異常なまでの結束力にありました。象徴的なのが最大の後進の一人、
本田正信との関係です。正信はかつて家康に反旗を翻し、一度は出奔した裏切り者でした。しかし家康はその知略を惜しみ、数年後に彼を呼び戻すと、周囲の反対を押し切って最高顧問として重用し続けました。家康は一度身内と認めた者の能力だけでなく、その失敗や過去さえも組織の資産として飲み込む重厚な包容力を持っていました。家臣たちは殿は自分たちを見捨てないという圧倒的な安心感があるからこそ、死に物狂いで徳川を支えたのです。一方で秀吉の代から加わった外様の諸大名に対しては一切の情を排しました。ある時家康は自分の宝物を見せびらかす大名たちに対しこう言い放ちました。私にはそのような珍しい宝はない。だが私のために命を投げ出す50騎の家臣が私にとっての何よりの宝だ。これは一見美談ですが、外様の大名たちにとってはお前たちは所詮仕組みでつながっただけの外部パートナーに過ぎないという強烈な線引きでもありました。信じる者には情を、信じぬ者には仕組みを、この徹底した使い分けが巨大な組織を制御する鍵となりました。4. 天才を必要としない自走するシステム。秀吉の失敗は彼という一人の天才に依存しすぎたことでした。家康はこれを組織の最大のリスクと捉え、たとえ後継者が凡庸であっても揺るがない自走するシステムを設計しました。武家諸法度でルールを固定し、参勤交代で物理的に反乱の余地を奪う。辛酸をなめ尽くした彼がたどり着いたのは、人の善意や能力に頼るのではなく、仕組みによって不条理な変化を封じ込めるという極めて現実的な結論だったのです。三英傑がつないだバトンの正体。破壊者信長が古い壁を壊し、創造者秀吉が巨大な夢を見せた。そして完結者家康がその巨大なエネルギーを徳川の秩序という名の器に収めました。家康が築いた江戸時代は徳川家の存続という極めて個人的な執念から始まりましたが、それが260年もの間人々に明日への確信を与え続けることになります。戦乱に怯えることなく飽きない学び文化を育むことができる日々。それは長い冬を耐え抜いた家康が自らの家を守るために作り上げた世界でも類を見ないほど強固な安定の形でした。ここで重要なのは、この三英傑の登場が単なる偶然ではなく、究極の組織進化という名のバトンリレーだったということです。信長という異端児がいたからこそ、秀吉は才を見出され、天下の青写真を描くことができた。そして秀吉が築いた天地や刀狩りという強固な基盤があったからこそ、家康は戦なき太平の世を完成させることができたのです。誰一人が欠けても、順番が一つ入れ替わっても、260年続く江戸の平穏は訪れなかったでしょう。まさに時代が必要とした究極の人選による進化論でした。あなたは誰のスタイルに惹かれますか？今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。